それではまず、クラウンファスナーさん、御社の会社紹介の方お願いします。はい、我が社の方ではネジの製造を行っています。ネジの圧造から転造にかけて全部社内で、一貫して加工製造の方を行っています。タイの方にも工場がありまして、国内と同じような製造ラインで、ネジの製造を行っています。ネジのサイズに関しましては、自動車で扱うような大きなネジや、すごいちっちゃい極小のネジまですごい幅広い種類のネジを製造しています。加工するものはやっぱり自動車部品の関係が多いということで、量産加工がメイン。量産加工もありますし、多品種の小ロットの生産の方もあります。今島田の機械は何台お使いになってますか？国内の方で3台で、タイの方の工場で、6台。これら島田の設備っていうのは、御社の生産においてどんな役割を、担ってるんでしょうか？今社内で扱っているもの、量産品があったり、小ロット、多品種小ロットのあるんですけど、その中でやっぱり、量産ものにおいてかなり8軸自動板っていうのは役に立っています。クラウンさんでは2007年に1号機として、ブレーキピンの加工用の8軸をタイ向けで、導入していただきました。それまで多軸自動板というのは使ってなかったと思うんですけど、そうですね。その導入に至る決め手っていうのは何でしたかね？やっぱり量産性が高い機械というところで、8軸自動板っていうのをちょっと調べた結果出てきまして、それで1回使ってみようかっていうところで導入を決めたという感じですかね。実際に使ってみての感想っていうか評価は正直どうだったんでしょうか？でもやっぱり前評判通り量産性はかなり高い機械だなとは思います。生産の方も安定してますし。で、それ以降ブレーキピン以外でも国内で8軸の自動板採用していただいてます。これニコ取り仕様って言ってワンサイクルで完成品が2個ずつ出てくるという特殊な仕様なんですけど、加工工程が少ないけども生産量が多い場合に採用する、そんな仕様なんですけど、その使い勝手とか生産性っていうのはいかがですか？うちのやっぱ国内向けのそのニコ取りはやっぱり今の生産内容にはかなり合ってまして、すごい数上げたい時とかやっぱニコ取りはすごい数が上がるんで、うちの方ではかなり重宝してますね。稼働は1日何時間ぐらいで月の生産量っていうのはどのくらいできます？繁忙期であればもう1日24時間稼働させて、数で言ったら30万本ぐらいの生産は月に行ってますね。でオペレーターの方は何人ぐらいで稼働してるんですか？その24時間稼働するときは交代勤務で2人交代させてもらって、してるんですけど、基本的には3台あるんですけど 1人でオペレーター任してます。その中でその8軸の稼働っていうのは安定しています？安定してますね。寸法のズレもほとんどないですし、精度的にも安定して。そうですね。それからあと国内の3台については、それぞれ違うワークを加工していて、でさらにそれぞれ寸法違いのワークに弾劾をしてやってると思うんですけど、その機械の操作とか弾劾での苦労っていうのはありません？操作性とか弾劾の苦労は特にないんですけど、段取り品がもう類似品になってしまうんで、そこの注意点だけで操作性だったりその段取りガイドの苦労っていうのはほとんどない感じですかね。結構8軸とか6軸の自動板っていうと、操作が難しいからって言って最初から二の足踏んでしまうユーザーさん多いんですけど、それを聞いてちょっと安心をしました。そんなに難しくはないです。その新人のオペレーターに教育するいうことも長時間かかるとかっていうことを、今まで担当してくれた方もかなりその短い期間でのその機械の操作の習得っていうのはできている傾向ですね。他のちょっと制作機に比べて、なんで本当に操作の仕方っていうのはかなり分かりやすい部類の
機械じゃないかなとは思います。あとタイの工場では、はい、8軸自動板と、2軸の MC 旋盤使っていただいてるんですけど、2軸の旋盤についてはそのファナックのロボットでの自動化、そういう仕様になってるんですけど、導入後っていうのはスムーズに稼働できてるんですかね。そうですね、スムーズに稼働できてると思います。生産にも貢献してる。8軸の方はやっぱり量産ものっていうことなんで、今現在も量産ものを稼働させて生産に貢献してると思います。はい。遠いところなんでメンテナンスはどうされてます？メンテナンスは基本的には自社で行ってます。ベアリング交換だったりとかちょっとした部品の交換とかのメンテナンスは自社でやってて、多分どうしてもダメな時とかは島田さんにお願いして、ちょっとそこはお手伝いしてもらうっていう感じで。クラウンさんとして島田に対して、はい、現状さらに将来的に希望されることとか期待する点というのは何かありましたが、うちの今生産内容の方で、量産ものに関して、島田さんの8軸自動板を使わせてもらってるんですけど、工程がそんなに多くないものっていうんですか、例えば穴開けタップのみをしたいとかっていう加工であれば、正直8軸じゃなくてもいいんですけど、そこを8軸じゃなくて、6軸だったり4軸だったりっていうことで軸を減らして工数を減らすっていうんですかね、そういう機会があればかなり導入を検討したいなと思ってますし、あとはそこだったら2個取りをすればって思うんですけど、2個取りの機械よりも1個取りの機械の方が、段取り替えですかねの しやすい感じがするんで、そういう理由もあってその4軸6軸だったりっていうかそういうサイズ感のものがあれば導入かなり検討したいなとは思ってます。最後に一つ島田の機械の導入を検討している、他のユーザーさんに対して、何かアドバイスがあったらお願いしたいんですけど、いいこと悪いこと、何でも結構なんで、かなり量産性が高い機械になってますんで、8軸自動板は、その生産本数を上げたいとかそういう量産性でかなり困ってるっていう企業製品作ってるところがあるんであればかなりおすすめな機械だとは思います。ありがとうございます。今後とも、さらに長いお付き合いになると思うんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。